皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity のフィジクス物理エンジンのアップデートです。少し前に Unity 公式ブログの方に投稿された記事で Unity 2022.2 におけるフィジクス関係のアップデートをまとめたものがありました。Unity 2022.2 というと去年の話のように聞こえるかもしれませんが、この内容はこれから出る 2022LTS でも適用されることになります。ですので、次の LTS ではこんな風になってますよという話として聞いてもらえればいいのかなと思います。今回はその内容をさらにかいつまんで紹介したいと思います。まず分かりやすいアップデートからいきましょう。Unity 2022.2 からインスペクター上でリジットボディの重心と完成テンソルが変更できるようになりました。これらのプロパティは以前からスクリプトで変更できていたんですが、インスペクター上には表示されていなかったんですよね。これらのプロパティを使うことで質量に偏りのある物体を表現することができます。例えばこういう起き上がりこぼしみたいなオブジェクトも簡単に作れますね。完成テンソルの設定には本当は物理学的な計算が必要になるんですが、最初は勘でいじってみるといいと思います。値を高くするほどその軸の回転が重くなるって感じですね。正確な計算方法を知りたくなったらウォルフラムアルファとかチャット GPT で聞いてみるといいと思います。もう一つの分かりやすいアップデートはシミュレーションモードの追加です。これはプロジェクトセッティングスに追加された設定で物理挙動の更新頻度を調整するものです。デフォルトはフィクスドアップデートでアップデートやスクリプトに変更することができます。これは Unity の基礎知識ですが Unity において物理挙動のアップデートと画面のアップデートは同期していません。物理挙動はフィクスドアップデートで動いて、画面はアップデートで動くという感じですね。具体的な値はケースバイケースになりますが、多くの場合、フィクスドアップデートは 50Hz で、アップデートは 60Hz で動くことになると思います。このように物理挙動と描画が完全同期していなくても、多くの場合は問題ありません。ただ稀に動きにカクつきを生み出してしまうことがあります。この問題はカメラと物理挙動を連動させた場合なんかに発生しがちですね。このサンプルではカメラの中視点をリジットボディに向けて補完移動させていますが、動きがカクついてしまっています。ここに効いてくるのがシミュレーションモードです。シミュレーションモードをアップデートに変更すると、物理挙動と画面のアップデートが完全に同期します。カクつきの問題などはほとんどこれで解決できるはずです。ただデメリットももちろんあります。画面のアップデートに同期するということは物理挙動のステップが可変になるということです。これは物理挙動の決定論的デターミニスティックな性質を損なう可能性があります。挙動に再現性がなくなるということですね。物理挙動がゲームシステムにおいて重要な役割を果たしている場合は使用を避けた方がいいと思います。逆に物理挙動を純粋に演出的な用途で使用している場合は問題が少ないと思います。シミュレーションモードをアップデートに変更することでメリットが得られるかもしれません。次の機能はコリジョンレイヤーオーバーライドです。Unity のフィジクスではマトリックスを使ってレイヤーごとの衝突の有無を設定できます。ですが、これだとレイヤーが足りないとか、たまにしか使わない用途にレイヤーを1個消費するのはもったいないなとか、ちょっと使いにくいところがあるんですよね。これを解決できるのがレイヤーオーバーライドです。リジットボディのインスペクター上で特定のレイヤーと衝突するしないという設定を個別に行えるようになりました。コリジョン設定の柔軟性が大幅に改善されるアップデートですね。最後に紹介するのはコンタクトイベントです。これはオンコリジョンエンターやオンコリジョンステイのようなコールバックを一括処理するための機能です。Unity で衝突を検出するには多くの場合オンコリジョン系のコールバックを使うことになると思います。ただこれらのコールバックは衝突が発生するたびに呼ばれるので、その呼び出しにかかる負荷も衝突の回数に応じて増えることになります。
こんな感じで大量の衝突が発生している状況では結構バカにならない負荷が発生することになります。新しく実装されたコンタクトイベントデリゲートはシーン中で発生している衝突を全て配列に詰め込んで1回の呼び出しで渡してくれます。コールバックにかかる負荷を減らすことができるというわけですね。どの程度負荷が減るのか個人的にも気になったので iPhone 上でベンチマークしてみました。9000個のボックスを転がしてコンタクトポイントに赤いマークを表示するだけのサンプルです。これをオンコリジョンステイを使って実装するとだいたい 3.4 ミリセカンドぐらいかかっているようでした。これをコンタクトイベントに変更することで 2.6 ミリセカンドぐらいにまで減らすことができました。劇的な変化というわけではないですが、確かに効果はあるようですね。大量のコリジョンを扱う場合には導入を検討してみてください。今回はこんな感じでフィジックスのアップデートについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。最初に紹介したブログ記事の方には今回紹介したもの以外にも細かい情報がいろいろと掲載されています。フィジックスってグラフィックスなんかと比べると若干地味ではあるんですが、毎年細かいアップデートが行われているんですよね。ユニティのフィジックスを本格的に触っている方はぜひチェックしてみてください。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。